ハローマットです。ここは5番街です。何もかもが高いニューヨーク。乗り物の話をしたいと思います。ニューヨークに旅行でいらっしゃった方がタクシーに乗るとその値段の高さに驚きますよね。でもそれをはるかに超える衝撃の値段のものがあります。で、今日は僕が選ぶ高い乗り物ベスト5お話ししたいと思います。第1位は本当に驚くと思います。おそらく世界で一番高い乗り物だと思います。では行きましょう。今日歩きながらお話しするこの場所はいつもの5番街の交差点です。こちらがティファニーですね。で、こちらが今建設中のルイ・ヴィトンです。で、こちらにバーグドルフ・グッドマンですから、ここがセントラルパークですね。で、セントラルパークを背にしてロックフェラーセンターの方に歩きながらお話ししていきます。で、今日はサッカーのワールドカップの影響もあって通行止めとか工事車両が多いので、いつもみたいに通しで撮るのではなくて時々カメラをオフにする予定です。で、今日のこのお話、もちろん旅行でいらっしゃる方に向けてのお話ではあるんですけど、ニューヨークにいらっしゃらない方にもね、面白いと思っていただける内容だと思います。で、まずニューヨークなんですけど、乗り物の前に歩く人がやっぱり多いですね。で、とにかく皆さんでよく歩く印象があります。で、僕の知人の方で日本の方なんですけど、過去に一番歩いた方はこのミッドタウンからバッテリーパーク、その場所は自由の女神が見える場所、そこまでね往復した人がいます。ですから往復で多分ね16キロぐらいあると思います。そんな方もいらっしゃいます。結構ね音がうるさいんですよね。ではいよいよね第5位なんですけど、第5位はシティバイクですね。で、シティバイクは1日25ドルです。で、今160円ちょいなので 25×160 円ぐらいを計算していただくと4000円ぐらいですね。ですからこれが第5位です。だから1日4000円なのですごくね良心的だと思います。で、次に第4位、これが地下鉄です。で、ニューヨークで一番便利な乗り物ですね。で、今初乗りが3ドルです。で、160円で換算すると、こちらセントレジスですね。で、こちらに、ペニンシュラ、こっちがペニンシュラですね。で、日本円に換算するとだいたい580円ぐらいかな。東京の初乗りが180円なので、およそね 2.7 倍ぐらいじゃないですかね。で、次に第3位。第3位がタクシーです。で、このタクシーの値段分かりやすいのがジョン・ F ・ケネディ国際空港からマンハッタンまでのフラットフェアで、これはね一律料金です。で、この一律料金が今現在ざっくりですけどね、基本料金が70ドルで、それにトンネルの通行料とかを足して84ドル台です。85ドル以下です。で、プラスチップですね。これが 15% チップを加えたとして100ドルちょいです。ですからそうするとだいたい1万6000円から1万7000円ぐらいですね。
でこれはねもちろん高いんですけど、僕がこのタクシーなぜ3位に入れたかというと、僕はニューヨークの旅行ガイドをずっとね保管してるんですね。で僕が持っている旅行ガイドの中でちょうどね2003年のロンリープラネット、この時が今からですから23年前ですね。 JFK からマンハッタンまでのフラットヘアが今の半分の35ドルでした。だから23年で倍になったんですよね。そうやって思うと日本の、給与水準、この辺がほぼ変わっていないので、やっぱりこの辺はすごくね感慨深いですね。なのでそういう意味もあって第3位にしました。で次に第2位、これが旅行でニューヨークにいらっしゃって、おそらく真っ先にセントラルパークに足を運ぶと思いますけど、セントラルパークに行くと馬車が止まっていたり、馬車に乗ってる方いらっしゃいますよね。でこのセントラルパークの馬車の最低料金ってご存知ですか？これね一番安い料金で72ドル台からです。でこれもフラットフェアで一律料金です。ですからどの馬車に乗っても値段は一緒ですね。この辺がね工事してるんですよね。で72ドルにチップを足して、でもさすがに馬もいるのでチップ 15% ってわけにはいかないと思うんですね。そうするとチップを 20% だとすると、そうですね、そうすると、1.2 をかけると86だと思います。でこれに160円をかけるとおおよそちょっと端数がありますけどね、1万4000円ぐらいですね。でこの1万4000円っていうのはわずか20分なんです。ですから最低料金っていうのが20分で、あの馬車に乗ると20分で1万4000円かかるということですね。でもっとねいろんなプランがあって、それはね値段表入れておくので見てみてください。結構ね高いですよ。でここがカルチェですね。でこのカルチェは業績絶好調ですね。でそのまま進んでいきます。でこのセントラルパークの馬車なんですけど、確かに高いんですけど、少し前のティモシー・シャラメの映画でも、主人公とそれから恋人が乗ってたりしたんですね。ですからこの値段をしっかりと理解して、それで乗ってみるっていうのはありだと思います。ニューヨークの旅行の思い出に、せっかくならこのセントラルパークのね馬車も選択肢になるのかなと、そんな風に思います。で次がここですね。今日もセントパトリック素晴らしいですね。さっきまでずっとね鐘が鳴ってたのでカメラを止めてました。でこれ歩いているとオレンジの、それからオレンジと青のニックスのユニフォーム着た人結構いると思うんですけど、今日ねニックスのカラーのケーキもね配ってたんですね。だからまだね優勝の興奮はね続いてますね。でいよいよ第1位です。でその第1位というのがこの騒音、これです。このね自転車じゃない、三輪自転車、これはペディキャブっていうんですけど、これが一体いくらかご存知ですか？これねなんと1分
分7ドルなんです。で1分7ドルにチップもかかるんです。ということは7ドルに、15% だとしても8ドルですよね。だからたった1分乗るだけで約1300円かかるんです。でここに3台止まってますけど、これね本当に高いと思います。これセントラルパークの中もフラットフェア、要は一律料金でこのペディキュアの方々いらっしゃるんですけど、セントラルパークが30分で100ドルです。プラスチップですね。30分100ドルということは 15% のチップを入れると115ドルですよね。で115ドルかける160円、そうすると1万9000円ぐらいじゃないですか、わずか30分で。でももっと驚くのがこの5万街とかにいるペディキャブの方なんです。でこの5番街のペディキャブは1分チップ入れて8ドルですよね。せっかくなのでこのラルフのカフェカーだけ撮影しておきます。今ね時間が6時なのでもう今日は営業終了してますね。でもここが僕はね5番街で一番好きです。ちょうどロックフェラーセンターですね。で今のペディキャブもう一度計算すると7ドル、1分7ドルですよね。これにチップが 15% 入ると約8ドル。これをもし、30分乗ることはないと思いますけど、セントラルパークと同じ条件で30分この5番街で乗ったとしたら 8×30 240ドルですよね。で240ドルに160円かけてみてください。そうすると4万はいかないけれど3万9000円ぐらいじゃないですか。そう思うと僕はこれよりも高い乗り物ってこちらにいらっしゃいますね。世界中にねないと思います。でもある意味、このペディキャブをネタにするなら乗ってみるのもありですよね。でもそれは1分か2分にするのがいいと思います。これがダントツの第1位ですね。今音楽がうるさかったので一度切りました。僕はこのペディキャブよりも割高な乗り物、高額な乗り物っていうのを知りません。ですからもしあったら教えてほしいと思います。僕のチャンネルでは詳しいニューヨークのガイドとともにこのようなお話ができればと思ってます。面白いと思ってくださったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。では失礼します。もう一台来た。では失礼します。